お疲れ様です。小道具です。今回紹介するのはこちら。この白い箱からはパッと見、ブランドがよくわかりませんが、パーカーのペンです。なんか久しぶりの紹介になりますね。1888年にアメリカで創業したパーカーは、130年以上にわたって独自のスタイルとクラフトマンシップで精巧なファインライティングペンのイノベーションを開拓してきたブランド。私も思い入れのあるブランドです。では、軽くパーカーのブランドの歴史を振り返ってみましょう。1888年、ジョージ・パーカーがアメリカのウィスコンシン州ジェーンズビルで創業。1903年、世界市場に向けた事業を開始します。1924年、イギリスのロンドンに販売会社を設立します。1954年、大型インクリフィルを搭載したジョッターを開発。このリフィルは G2 タイプとして世界標準になります。1962年、イギリスでエリザベス女王からロイヤルワラントの称号を授かり、英国王室御用達ペンの認定を受けます。1987年、イギリスの資本が入り、本部をイギリスのイーストサセックス州にあるニューヘイブンに移転します。1990年、チャールズ皇太子から2つ目となるロイヤルワラントの称号を授かります。1993年、アメリカのジレット社にパーカーは4億5000万ドルで買収されます。2000年、アメリカのニューウェルブランズの一員であるサンフォードがジレット社のステーショナリー部門を買収し、パーカーはニューウェルブランズの傘下になります。2011年、イギリスのイーストサセックス州ニューヘイブンにあったパーカーの工場は閉鎖され、生産はフランスのナントに移管されました。これは2009年という説もありますね。ということで、現在パーカーはアメリカの会社が保有するブランドで、イギリスブランドを匂わせ、実はフランスで生産されています。イギリスの資本が入っていたのは135年の歴史の中で、1987年から1993年の6年間です。こちらの箱を見てください。2020ヨーロッパブランズと記載されていますね。パーカーブランドはニューウェルブランズのヨーロッパが担当しているようですね。お待たせしました。化粧箱を取り出します。このタイプの箱は開けにくいんですよね。インクボックスオープナーがあればいいんですが。落ち着いた色合いの化粧箱に金色の箔押し、パーカーロゴ。エスタブリッシュと1888年。とても上質な化粧箱。質感がいいですよ。1万円以下のパーカーのペンはもっとコンパクトな化粧箱が使われているんですが、こちらのボールペンは高級そうな化粧箱に入っています。この音。サイドには2つのロイヤルワラントの称号がプリントされています。パーカーを世界的なブランドに押し上げ、そしてイギリスブランドの匂いをまとわせた称号です。ウォーターマンの化粧箱のように角が直角に尖っています。ウォーターマンの箱のサイズと同じなんでしょうか。比べてみましょう。鮮やかなブルーに目を奪われます。そして角が直角に尖っていますね。サイズはウォーターマンの化粧箱の方が一回り小さいですね。でもほら、スリーブサイドの印字はパーカーとウォーターマンでほぼ同じですよね。ニューウェルブランズはパーカーだけではなく、ウォーターマンやロットリングも保有しています。それでは開けます。オープン。しっかりバネが効いていますね。改めまして、今回紹介するのはこちら。パーカーのソネットローラーボールです。色はマットブラックラッカー GT。化粧箱に収められた状態が本当にエレガント。こうして眺めているだけで気持ちが上がります。紳士のペンって感じです。
こちらの底敷きの下には保証書、何にも書かれていません。そして取扱説明書も入っていませんね。ホームページを見なさいってことなんですね。こちらがパーカーソネットローラーボールです。価格は税込み16,500円。ネットではもっと安く購入できます。軸は真鍮製。マットブラックのボディにゴールドトリムが好みのど真ん中。やっぱりソネットは品があってかっこいいですね。好きなんですよ。キャップは環合式。首軸は艶やかな ABS 樹脂です。それではデザインを詳しく見ていきましょう。まずは矢羽クリップ。そして転換。このプロペラのようなデザインはパーカー51の転換部と似ていますね。ざらりとしたマットなキャップ。センターリングにはパーカー、フランス、IIE。これはおそらく生産年を表すコードでしょうね。軸のマットさもなかなかです。ABS 樹脂の首軸は握りやすいようにくびれています。ペン先を見てください。黒い樹脂が口金の先にしっかりフィットしています。口金も面白い形をしていますね。それではキャップを閉じます。グリップした時にすごくしっくりときますね。フォルムもデザインも素敵です。私はパーカーが好きなので感想が偏っている可能性が高いです。あらかじめご了承ください。キャップを外すとまただいぶ印象が変わってきますね。私はキャップポストしたフォルムが好きです。さて、ソネットといえば私はボールペンも持っています。色は同じくマットブラックラッカー GT。ボールペンもまた洗練されていてエレガントなんですよ。ローラーボールとボールペンを並べて見てみましょう。やっぱり矢羽クリップがかっこいい。この矢羽クリップには未知の世界に挑戦し新たな可能性を探し求める志の高い人々の道しるべでありたいという思いが込められています。パーカーソネットといえばしずれパターンが代表なんだと思いますけど、マットブラックもかっこいいです。パーカーソネットボールペンのデザインも見てみましょう。口金はストレート。同じくざらついたマットなボディ。センターリングにはフランス P パーカーの刻印。2本を並べるとこんな感じ。ローラーボールの方が軸が太いです。リングの高さは同じ。そして矢羽クリップのサイズも同じです。転換のデザインが少し異なっています。パーカーのエレガンスのシンボル、ソネット。時間を超えた優雅さをまとうダンディーなペンです。ボールペンとローラーボールを同じ色で揃えると、とても満足感があります。いいですね。はい、ただの自己満です。それでは、スペックを見てみましょう。まずは重量から。ローラーボールの重量は、キャップ付きで 33.2g。程よい重さ。キャップを外すと 21.7g でした。ボールペンは
27.9g。やや重たいって感じですね。では、ローラーボールの長さを計測します。キャップを外した状態での長さは 122.3 ミリ。やっぱり短いですね。キャップをポストした状態での長さはぴったり145ミリ。軸径を測ってみましょう。グリップ部の径は 9.5 ミリ。細軸ですね。もう少し太くてもよかった。リング部の径は 12.5 ミリでした。今度はボールペンの長さを計測します。ペン先を出した状態での長さは 137.6 ミリ。やや短め。そしてグリップ部の径も測ってみます。グリップ径は 9.2 ミリ。細軸です。リング部の径は 10.6 ミリでした。パーカーソネットは細軸のボールペンです。次に重心の位置を確認してみましょう。2本を並べてみます。ローラーボールはキャップを外した状態の重心位置を確認します。ローラーボールの重心位置はペン先から 60.7 ミリ。まあ低いですよね。ちょうどペンの中心あたり。ボールペンの重心はペン先から71ミリ。ほぼペンの中央に重心があります。ローラーボールにキャップをポストします。重心位置はペン先から 79.1 ミリになりました。ちょっと高重心ですね。グリップするとこの辺りに重心がきます。やっぱりリアヘビー。ボールペンの重心はこの辺り。こちらは指の輪っかの真ん中あたりです。バランスがいいです。パーカーソネットのローラーボールはキャップ式。環合式です。キャップの開け閉めの感覚が気持ちがいいですね。インクリフィルを見てみましょう。首軸を回転させて取り外します。結合部は軸側はプラスチック製のようですね。こちらにフランスの刻印があります。そしてこちらがソネットローラーボールのインクリフィルです。メイドインフランス 0.7 ミリの M サイズ。変わった形のリフィルですね。ローラーボールでよく使われる C300 系ではありません。パーカーソネットのボールペンはツイスト式。軸を回転させてペン先を繰り出します。回転は重すぎず軽すぎず。ペン先を繰り出した時にしっかりとロックします。ロックを解除すると音もなく静かにペン先を収納します。少しねっとり感があるものの素早くシュッと収納します。このツイストは高級感がありますね。それではインクリフィルを見てみましょう。結合部は両側とも金属です。こちらがパーカーソネットボールペンのインクリフィルです。その名もクインクフロー。国際規格の G2 タイプ。パーカータイプのねっとり系滑らか油性インクです。
1ミリの M サイズ。もちろんメイドインフランス。ローラーボールのリフィルと比べるとこんな感じ。だいぶサイズが違っています。オートの水性リフィルよりも長いです。それでは元に戻します。ソネットボールペンはキャップをぐいっと引き抜いて取り外すこともできます。このネジを外すとリフィルの交換ができます。とある YouTube 動画ではこちらからリフィルを交換していました。胸ポケットに挿してみましょう。片手でスムーズに差し込むことができます。やっぱりポケットから見える矢羽クリップがかっこいいですね。それでは筆記してみましょう。まずパーカーソネットローラーボールで筆記します。ボールペンはずっと愛用していて、今回はローラーボールをお迎えしました。キャップをポストして筆記します。グリップ径は 9.5 ミリ、重量は 33.2 グラム。このフォルム、いい眺めです。水性インクらしい書き味です。0.7 ミリとはいえ水性ですから、インクフローが良く線が太くなりますね。筆圧が強い私は水性インクはあまり好みではないんですけど、さささっと殴り書く感じでラフに筆記するにはちょうどいいかもしれません。枠にとらわれず少し字を崩して自由な感じで書くと気持ちがいいですね。ただやっぱり粘度のない水性インクですから、少しペン先が紙に擦れる感触があります。ペン先から 79.1 ミリの位置にある重心はリアヘビーですが、とても安定感があります。すごく書きやすい。ペン先のガタつきを確認しましょう。ガタつきません。ガタつきませんね。指で動かしても全く微動だにしません。キャップを外して筆記します。122.3 ミリの長さに 21.7 グラムの重さ。とても軽快な筆記ができます。ただ、矢羽クリップがないとパーカーらしさがなくなります。なので私はキャップはつけた状態で使います。キャップポストした方がペンの重みが手に乗っかって安定感がありますしね。それにしてもローラーボールはソリッドな書き味です。それではボールペンで筆記します。ボールペンの軸径は 9.2 ミリ、重量は 27.9 ミリです。細軸ですが、マットなボディはグリップ力があり、あまり滑りません。やっぱりこの書き味はとても好みです。ねっとりインクが紙の上を滑ります。パーカーのクインクフローって書きにくくて嫌いっていう声が多くて、結構ネットでも酷評されているんですよね。好みの差っていうのは面白いですね。私はパーカーのクインクフローは大好きなインクです。ねっとりと滑らかで、紙の上をぬるぬる滑るように筆記ができ、気持ちがいいです。普段は太軸ペンを好んで使っている私ですが、たまにソネットで筆記するとやっぱりいいなと思います。細軸が嫌いってわけじゃないんですよね。それぞれの良さがあります。
それではペン先のガタつきを確認します。ガタつきません。ガタつきませんね。ガタつきません。ガタつきはありません。指で動かすとほんの少しペン先が動くんですが、筆記時のガタつきはほぼ抑えられています。パーカーのエレガンスのシンボル、ソネット。上質で洗練されたスタイルができるビジネスパーソンを演出します。ローラーボールとボールペン。書き味はボールペンの方が好みですが、ローラーボールも素敵です。ローラーボールは ABS 樹脂の首軸が少し滑ります。今回の動画では改めて私がパーカーのクインクフローの書き味が好きなんだと再認識しましたね。私が小学生の時に外国人の知人にパーカーのジョッターをいただいてから、私はパーカーが好きになりました。文房具にこだわりを持つようになったきっかけがパーカーのボールペンでした。なので思い入れがあるんです。残念なことにパーカーは商品ラインナップが少ないので、あんまりたくさんお迎えすることができないんですよ。できれば年内にあのペンをお迎えしたいと企んでいるんです。そう、あのペンです。100年以上の歴史を持つパーカーのフラッグシップモデルです。ただ、その子をお迎えしてしまうと、目標がなくなってしまうような気がして躊躇しますね。パーカーのペンたちをこちらのペンケースに並べてみました。入りきらないものもあるんですが、矢羽クリップが並ぶと壮観です。ジョッターが多いんですよね。なんだかんだパーカーのペンを一番たくさん持っていると思います。ボックスもほら、この通り。ヨーロッパのペンブランドと比較すると、パーカーは比較的リーズナブルな価格設定になっています。さて、今回の動画はいかがだったでしょうか。このチャンネルは私の気持ちを上げてくれるボールペンを主観たっぷりに紹介しています。いろんな高級ボールペンを週に1回のペースで紹介していますので、高級ボールペンに興味のある方はぜひぜひチャンネル登録をお願いします。気軽にコメントを残していただけると嬉しいです。もしよかったら高評価もお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。